英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って英語力とそして情報力どんどん上げていきましょう。今回は悲しいかな。日本の実質賃金はなんと22ヶ月連続で減少しているというこのニュースを使いながら今日本で何が起こってしまっているのか英語を学びながらしっかりと情報力アップしていきましょう。まず英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見てニュースのアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に英語と日本語の字幕を使いながら難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、しっかりと英語を声に出しながら英語のスピーキング力もしつつ内容を見ていきましょう。3番目は字幕なしで同じニュースを見てしっかりと英語のリスニングだけでニュースの詳細の意味、2番目に学習した単語表現、聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。ここまでは英語を学びながらしっかりと今日本で何が起きているのか情報をインプットしますけれども、4番目は日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力アップのためにそのインプットした情報を自分の言葉で英語を話しながらアウトプットする練習をマイクロソフトの生成 AI を搭載してチャット GTP を使いながらやっていきたいと思います。これを使うとまるで人間と英会話をしているような感じで無料でいつでも好きな時に好きな場所で英語を話す機会を増やせますのですごくいい練習になると思います。どのように練習しているのかデモンストレーションもしますので動画ぜひ最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報力上げていきましょう。英検9家事チャンネル英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら日本の実質賃金一体どうなっちゃってるのか見ていきましょう。Let's get it started. さあそれでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。読まれているところをこのようにカーソルを合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取り挑戦してみよう、聞き取れそうだっていう方は左側の NHK ニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Now, the real wages of private sector workers in Japan fell for the 22nd month in a row in January as inflation outpaced wage hikes. A monthly survey by the Labor Ministry shows that inflation-adjusted wages dropped 0.6% from a year earlier, but the decline was smaller than in recent months. The survey covers roughly 30,000 businesses with at least 5 employees. Workers earned an average of slightly more than 280,000 yen, or about $1,900, including overtime, in January. The average yen amount of pay rose 2% year-on-year, marking the 25th straight month of increase. Now, separately, the Labor Ministry said that inflation was running at 2.5% in January. Ministry officials say the margin of decline in real incomes has been shrinking as inflation is easing slightly. They say they will keep watch on prices and the outcome of current spring wage negotiations. さあどうでしょうか。 Spring Wage Negotiations 今回の春闘はどうなるのかということもありますけれども字幕ありでニュースの内容を聞き取れましたでしょうか。 Real wage in Japan fall for 22nd straight months ということでリアルウェッジ、日本の実質賃金はなんと22ヶ月ストレート連続で下がり続けているという何度も悲しくなるニュースですけれども、しっかりとこのニュースを使いながら英語力と情報力アップしていきたいと思います。ということで次は日本語と英語字幕ありで難しい単語表現、ニュースの内容をしっかりと見ていきたいと思います。そして字幕を使いながら音読もしてですね、英語を音読してしっかりと日本人が苦手な英語を話から伸ばしていきたいと思います。ではまず、この部分、音読をしながら単語表現見ていきましょう。視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を話していきましょう。Now, the real wage of private sector workers in Japan fell for the 22nd month in a row in January as inflation outpaced wage hikes.右側に字幕出てますけれども、
インフレ率が賃金上昇率を上回ったために、日本の民間部門労働者の実質賃金は1月に22ヶ月連続で減少したことが現実となった分かったということで、一生懸命働いてもインフレに賃上げ率が追いつかずに、手元に残る給料、実質賃金は22ヶ月で下がっているということで、本当にもう笑えない、状況に日本になっているということですね。Real wage、実質賃金ですね。そして、20 months in a row。この in a row というのはですね、連続でというです。in a row 覚えておきましょう。これ22nd month in a row ですから、22ヶ月連続で下がっている。1月も実質賃金は下がってしまったということですね。Inflation outpaced wage hikes。この as というのは理由を説明しますね。何々なので。インフレが outpaced wage hikes。賃上げよりも outpaced 上回ったからだということです。物の値段がどんどん、賃上げ率よりも高くなっている、その率の方が高いということですね。これではもう日本国民の生活は苦しくなるばかり、節約で、経済も回っていかないということですね。ではここ、見ていきましょう。音読まずいきたいと思いますので、視聴者の方も一緒に音読していきましょう。A monthly survey by the Labor Ministry shows that inflation-adjusted wage dropped 0.6% from a year earlier, but the decline was smaller than in recent months. 労働省の月例調査によると、インフレ調整後の賃金、それが実質賃金ですね。前年比 0.6% 減少した。けれども、ここ数ヶ月に比べれば減少幅が小さかったということですけれども、実質賃金が22ヶ月連続で下がり続けると、確実に消費者は財布の紐を締めると思います。余裕がなくなっていきますからね。長くなれば長くなるほど、余裕が生活になくなっていくということです。では、ここ単語表現。survey、調査ですね。Labor Ministry、労働省が行った調査によると、Inflation Adjusted Wages、インフレ調整後の wage、実質賃金というのは dropped 0.6% a year earlier。1年前の同じ時期と比べて 0.6% 減ったということですね。さあ、では次見ていきましょう。ここですね。一緒に音読をして単語表現見ていきたいと思います。The survey covers roughly 30,000 businesses with at least 5 employees. Workers earn an average of slightly more than 280,000 Japanese yen or about $1,900 US including overtime in January. ということで、この調査、従業員5人以上の約3万企業を対象とした調査。労働者の1月の平均収入は日本円で28万円強。つまり、残業代を含めてドルで、今円安ですけども、1900ドルだったということですね。では単語表現ですけれども、average、平均ですね。slightly というのは少し、少々ということですね。slightly more than 280,000。28万円強だったということです。では次見ていきましょう。この部分、音読をしっかりとしながら内容を見ていきたいと思います。The average amount of pay rose 2% year on year, marking the 25th straight month of increase. Now, separately, the Labor Ministry said that inflation was running at 2.5% in January. ここですけども、平均給与、円で前年同月比 2% 増。2% が増えている。25ヶ月連続で増加しているけれども、これとは別で、労働省1月のインフレ率が 2.5% で推移しているということですから、給料の増加率が 2%、インフレ、いろんなものがいろんな違う率で上がっていきますけれども、ならすと 2.5% ということで、物の値段の方が、インフレ率の方が 2.5%、給料の増加率よりも高いということですから、普通に買い物をしていると手元に残るお金が少なくなっていく。じゃあどうするかっていうと、節約するしかない。安いものを買うしかない。買う量を減らすということになって、これがデフレスパイラルですね。物が売れないと企業も儲からないということで、どんどん経済が縮小していく、大きくならないという要因だと思います。ただ、
日本はですね、少子高齢化ですから、本当にお金をたくさん使う若い人たちがどんどん減っているということですね。年金で暮らしているお年寄りの方がたくさん増えてきているこの現状ではなかなか国内の消費というのはですね、外国人の、観光者、観光旅行者ですね、観光客に頼るしかないのかなという状況かと思います。さあでは、単語表現ですけれども、rose というのは上がるということですね。2% year on year。前年度月比 2% 上がった。そして、inflation。インフレですね。was running at 2.5% in January。1月インフレ率は 2.5% だったということです。さあでは次、ここを音読しながら見ていきましょう。Ministry officials say the margin of decline in real incomes has been shrinking as inflation is easing slightly. They say they will keep watch on prices and the outcome of current spring wage negotiations. 同省当局者、インフレが若干緩和していることから実質所得の減少幅は縮小している。ただ22ヶ月連続ですからね、下がり続けている。物価と現在の春季賃金交渉、春闘ですね。これの結果を注視していくつもりだということで、来年の2024年度から給料がどうなるのか、今、春闘が行われていますけれども、そこでですね、大企業は上がるかもしれないけれども、日本の企業の 70% 以上占めているという、中小企業がどれだけ賃金を上げれるかというのが非常に大きなポイントになるかと思います。さあではここ単語表現見ていきましょう。The margin of decline in real incomes ですね。マージンというのは幅ということですね。real income 実質所得の減少幅、マージンですね。覚えておきましょう。それは shrinking、縮小している。なぜなら inflation is easing slightly。インフレ、物の値段が上がるその上がり方っていうのが slightly、ややeasing、緩和されてきているからだということですね。そして spring wage negotiations というのは春闘ですね。来年度の賃金をどうするかという交渉が経営者と組合で今行われていますけれども、どれだけ賃金が上がるのか、そして賃金の上昇率がインフレ率を超えていくのか、人々が余裕があってですね、どんどん物を買える、物が売れる、そんな時代、そんな日本になっていくのかっていうのは非常に大切です。それでは、英語と日本語でしっかりと新しい単語表現を学びながら、このニュースから今日本がどんな状態にあるのか理解できたと思いますので、次はですね、3番目。字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て、英語のリスニングだけで学習した単語表現聞き取れるのか、そして詳細の内容を理解できるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。Now, the real wages of private sector workers in Japan fell for the 22nd month in a row in January as inflation outpaced wage hikes. A monthly survey by the Labor Ministry shows that inflation-adjusted wages dropped 0.6% from a year earlier, but the decline was smaller than in recent months. The survey covers roughly 30,000 businesses with at least 5 employees. Workers earned an average of slightly more than 280,000 yen, or about $1,900, including overtime in January. The average yen amount of pay rose 2% year-on-year, marking the 25th straight month of increase. Now, separately, the Labor Ministry said that inflation was running at 2.5% in January. Ministry officials say the margin of decline in real incomes has been shrinking as inflation is easing slightly. They say they will keep watch on prices and the outcome of current spring wage negotiations. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで見てみましたけれども、学習した単語表現、そしてニュースの詳細な意味、英語のリスニングだけで聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらしっかりと英語力、情報力上げていきましょう。さあ、ここまでインプットした内容、次は4番目。
英語を話しながらアウトプットする練習をやっていきたいと思います。日本人、海に囲まれた島国日本に住んでいる、日本で普通に暮らしていると、英語を話す機会も必要性もほとんどないと思います。使わない英語、話さない英語は絶対に話せるようにならない、上達しませんので、日本に住みながらどれだけ英語を話す機会を増やしていくのかっていうのが非常に大切になると思います。この練習にマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャット、コーパイロットを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所でまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やしていくことができますので非常に使えるスピーキング練習に使える英語学習できると思います。今からどのように活用しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。使うのは今画面に映っているこのマイクロソフト Bing コパイロットというチャットを使っていきたいと思います。2つ注意点があって、まず1つ、英語で英会話をしますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に設定変更して使うようにしましょう。これがまず1つ目ですね。そして2つ目ですけども、この Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまったりします。この間ができると、このチャット、会話がもう終わったのかなと思って、リスニングを強制的に終わらせてしまいますので、できるだけ well とかですね、I'm thinking about とか何か声を出しながらまだスピーチをしているっていうのを伝えると最後まで聞き取ってくれると思います。気をつけるのはその2つだけで、あとはしっかりと私の場合は最新のニュースから得た情報をもとに英語で話しかけて、そして英語で話しかけるとこのマイクロソフトコーパイロットをしっかりと英語のスピーキングと文字で返してくれますので、人間と英会話をするような感じでたくさん英語を話してスピーキング練習しています。それでは今からどのように練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、皆さんもぜひ参考にしていただいていいなと思ったら挑戦してみてください。Let's practice speaking in English. それではこのボタンを押して英語でスピーチしていきたいと思います。Hi Bing. How are you doing today? I'm good. I'm Japanese, and I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice for that purpose, I'd like to share latest news this time I got from NHK World. Are you ready to hear my speech in English? Hello. I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills. I'm ready to listen to your speech. Please go ahead. Alright, thank you very much. The news I got this time is about real wage in Japan. According to that news, unfortunately, I am also Japanese and our real wage is going down for 22nd straight months. 22 months, our wage has been declined. According to that news, inflation ratio in January is 2.5%, and our wage growth is 2%. So, real wage for Japanese people has been going down for 22 months straightly. That is a very disappointed. Even though Japanese workers has been working hard, their wage cannot be increased like this. Even though now spring wage negotiations is going on, we are not sure how much pay increase can be achieved, especially among Japanese small and mid-sized companies, because it consists of about 70% of Japanese companies and 70% of total Japanese workers. I can understand that the reason why
Because when we look at domestic market, Japanese society has faced one of the biggest problems, that is very low birth rate and very high aging society. So domestic consumption power has been deteriorating. Thank you for sharing this important news about real wages in Japan. It's concerning to hear that wages have been declining for 22 consecutive months, despite the hard work of Japanese people and workers. The combination of a low birth rate and an aging society indeed poses significant challenges for the domestic market and consumption power. Inflation and wage growth are critical factors that directly impact people's livelihoods. When inflation outpaces wage increases, it can lead to financial strain for individuals and families. Negotiations during spring will be crucial for determining how much pay increase can be achieved, especially for small and mid-sized Japanese companies, which make up a substantial portion of the workforce. As we navigate these economic challenges, it's essential to find sustainable solutions that address both short-term needs and long-term stability. Perhaps innovative policies and investments can help revitalize the domestic market and support workers in their pursuit of fair compensation. Thank you again for sharing this insight, and I hope that positive changes can be made to improve the financial well-being of Japanese workers. Thank you very much for your comment. Exactly, we will see what will happen after negotiation in this spring. Because from April 1st, our new fiscal year will begin. And if wage for Japanese people will not be increased drastically, surpassing inflation ratio, this trend will be continued for a very long time, because it is already 22 consecutive months our real wage is declining. So, it is very easy to imagine that domestic consumption has been flowing at the very slow, very low level. And that means Japanese companies' gains and sales in domestic market has been very slow and small. So I guess that the Japanese society has been facing very complex and complicated situation. And I think that the basic necessity to turn the cause for this problem is how to tackle very low birth rate and high aging society. Because if this level of low birth rate has been continued, it creates very weak domestic market, labor shortage, consumption power down, like that. Thank you for sharing your insights. The economic challenges faced by Japan are indeed multifaceted, and addressing them requires thoughtful consideration and strategic planning. Let's delve into some of the key points you've raised. Wage decline and inflation. The decline in real wages for Japanese workers over 22 consecutive months is concerning. When wages fail to keep pace with inflation, it puts financial strain on households and affects overall consumer spending. Negotiations during spring will be crucial to determine whether pay increases can surpass the inflation rate. Achieving fair compensation for workers is essential for economic stability, domestic consumption, and company performance. The slow growth in domestic consumption has ripple effects on Japanese companies. When consumers spend less, businesses face challenges in expanding their sales and profits within the country. Small and mid-sized companies, which constitute a significant portion of the workforce, are particularly impacted. Their ability to offer competitive wages depends on the overall economic climate. Demographic challenges. Japan's low birth rate and aging population pose unique challenges. A shrinking workforce and an increasing elderly population affect both labor availability and consumption patterns. Addressing these demographic shifts is crucial for sustaining economic growth. Innovative policies and investments may be necessary to mitigate the impact. Labor shortage and consumption power. A weak domestic market exacerbated by labor shortages can lead to reduced consumption power.
When people have less disposable income, it affects overall demand for goods and services. Balancing the needs of an aging population with workforce requirements is a delicate task. Encouraging productivity and attracting skilled workers are vital steps. In summary, Japan faces a delicate balancing act between economic growth, fair wages, and demographic realities. As the new fiscal year begins, policymakers, businesses, and society as a whole must collaborate to find sustainable solutions. Thank you for shedding light on these critical issues, and I hope positive changes can be achieved for the well-being of Japanese workers and the nation. Alright, thank you so much for your comment and the additional information and the summarizing of what I said in there. I think that this kind of conversation about this kind of topics is very important in terms of deepening our knowledge and widening our information knowledge as well. Even though each individuals can do a little to change the cause, but to think about this kind of social problems is very important and crucial. To think about what kind of life, what kind of action as a individuals will take. So I like this time to discuss about this kind of topics in English because it contributes to improve my English speaking skills and total whole English knowledge. Thank you for your thoughtful response. I wholeheartedly agree that discussing important topics like these is crucial for deepening our understanding and broadening our perspectives. As individuals, even small actions can collectively contribute to positive change. By engaging in meaningful conversations, we can raise awareness, inspire others, and collectively work towards solutions. Your dedication to improving your English speaking skills through these discussions is commendable. Language learning is not just about grammar and vocabulary, it's also about understanding different viewpoints and expressing ourselves effectively. Keep up the great work, and I'm here to support your language practice anytime. If you have any more topics you'd like to discuss or questions you'd like to explore, feel free to share. I'm all ears. こんな感じで英会話デモンストレーションしましたけれども、このコパイロットを使うと、今やったようにまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やすことができます。しかも、インターネットとパソコン、スマホがあればどこでも好きな時間に好きな時にですね、ほぼ無料でできますので、非常にいい英会話のレッスンになるのではないでしょうか。今回はですね、私は、ニュースの最新情報なんかを使っていますけれども、ニュースあまり興味ないという方はですね、趣味とかスポーツとか料理何でも返してくれますので、非常にいい英会話レッスンができると思います。いいなと思ったらぜひ皆さんも、試してみて一緒に英語のスピーキング力、日本人苦手と言われていますけれども、スピーキング力どんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って残念なことに日本の実質賃金はなんと2年近く22ヶ月連続で減少中ということですね。インフレ率の方が賃金上昇率を上回っているということで、こういう結果になっていますけれども、本当に日本社会考えると超少子、超高齢化、どんどん消費力っていうのが落ちているので、日本企業はなかなか日本国内で業績を伸ばしていくのは非常に難しい状況になっているんではないでしょうか。日本の国内での業績が上がらないと、従業員に払う給料もなかなか上がっていかないということですね。研究こんな感じで英語力と英語を学びながら情報力アップできるような動画上げていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, aka EQ 家事 channel. How was this time of English learning video? Have you got new English vocabularies as well as new English expressions and very interesting and important information from this NHK World News. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.